はい、金坊主でございます。今日はですね、こちら、フォームメーラーというサービスがあるんですけれども、こちらのサービス、12月4日、回答データをキントンと連携できるようになったと。実際ちょっとね、キントンと連携させて、どんなことができるのか、その辺ちょっとね、見ていこうかなと思います。金坊主。フォームメーラーっていうサービスなんですけれども、どんなサービスかというと、フォーム作れると。キントーンのフォームってなってくると、いろんなサービスあるかなと思うんですけれども、特徴的やなと思ったのが値段ですね。スタンダードかプレミアムやったらキントーンの連携ができるという風になってて、3960円からいけると。フォームの数に制限があったりとか、設定していくとわかるんですけれども、キントーンの連携数が、スタンダードやったら10、プレミアムやったら300。はい。で、一つね、設定をしておりまして、こんな感じです。こんな感じでね、確認画面を入れて、送信をします。で、送信できたので、はい。ね、均等に入っております。どういう設定をするかというと、まず、フォームの編集は、こんな画面です。で、名前こっち持ってくるとか、生年月日持ってくるとか、名前を持ってくるとですね、ここに生命って入ってくると、生命と。なので、もうすでに、用途が決まっているようなものがここにおると。で、自由にやりたい場合、今回ちょっと名前、姓名分けたくなかったので、自由にやりたかったので、この一行テキストとかね、このあたりができると。フォームに対して、こういうようなね、ランディングページっぽいのを作って、そこにフォーム埋め込むみたいなこともできたりします。で、キントーンの連携しようと思うと、この各種設定のところに、下の方にですね、キントーン連携っていうのがあるので、それクリックすると、こんな感じで連携します。で、今すでに連携できてるんですけれども、こんな感じで、アプリ ID と API トークンとサブドメインを入れてください。で、ちょっと下の方にあるんですけれども、ここでベーシック認証してるんだったらそのベーシック認証のログイン名とパスワードを設定してちょうだいというようなところになっております。で、IP アドレス制限かけてたらどうなるんだろうなっていうのがあるんですけれども、ちょっとその辺のね、情報は探したけど出てこなかったので、まだ IP アドレス制限には対応していないのかもしれない。もしくはもうあるけれども僕が見つけれてなくて、この制限解除するための IP アドレスが見つかってないだけかもしれないんですけれども、パッと見た感じ見つからなかったので、今のところはベーシック認証までが対応してるのかな。それとも、プラン上がればできるのかな。で、今僕が、触ってるのはこのスタンダードプランを触ってるので、スタンダードプランを上げればできるのかもしれないが、今のところちょっと探せなかった。で、その設定をしたら、あとは、じゃあどこに紐付けますかというふうになるんですが、私の方では今回ここに添付ファイルを入れてるんですね。添付ファイル。添付ファイル入れてるんですけど、ここで探そうと思うと添付ファイルが出てこないので、添付ファイルはあかんのかもしれへんというふうに思いました。で、この Webhook。で、この Webhook はキントーンの Webhook じゃなくて、このサービスの Webhook ですね。AnyFlow を使ってますね。似てると。AnyFlow を使っております。で、もう設定してるけれども、設定してなかったらここで Webhook 設定してねっていう画面が出てきて、それをセットしたら OK という流れで、ここまででキントーンの接続設定は完了となります。で、他のね、フォームのサービスとちょっと違うなと思ったのが、こちら、例えば、検索エンジンにヒットするらしいです、これは。ここで見てると、Google などの検索エンジンや SNS に表示されるフォーム名はキントーン連携ですと。変更するには公開設定を変更してくださいって書いてるので、普通に公開すると検索エンジンでヒットするかもしれない。これがいいか悪いかはいろいろ運用によって変わるかなと思うんですけれども、公開されちゃいますよと。なので、タイトルとメタタグがある。なので LP 作成ができる分、このタイトルとメタタグにも設定できるから、そのフォームが検索でヒットさせるってことがやろうと思ったらできる。でもそんなことしたくないよねってなってくると、それはそれでフォームの設定の方で、連続の投稿の制限、特定のワードの宣言、で、IP アドレスによる投稿制限。これすると、この IP からじゃないと投稿できませんよみたいなこともできたりする。パスワードも設定ができる。なので、社内だけで使うとか、パスワード知ってないと投稿できませんよみたいなことはできると。で、アナリティクスも入れれるし、タグマネージャーも入れれるので、フォームというよりは、公開できる
で、検索にもヒットできそうなフォームを作るみたいなイメージなのかなというのは触ってて思います。で、自動返信メールもできるというところがあるので、フォームとしての機能はいろいろできるんですけれども、気になるところでいくと、その添付ファイルがどうやったら飛べるのかなっていうのが僕が触った感じでは分からなかった。添付ファイルフィールドあるんだけども、こっちでは触れない。こっちはでもファイル入れるとこ作ってるんだけどねっていうところがあるので、ここが、どうなのかなみたいなところがあるのと、たくさんフォーム作るんであれば一番上のプランが必要。でここどこにもね、書いてないんですけれども、見たところでいくと、均等の連携数は10って書いてたので、均等の連携数の数もちょっと少ないのがこっち。スタンダードですね。100個までフォーム作れるけど、おそらく均等の連携は10ってなってました。もしかしたら、設定ミスで、とか僕は10って確認したので、僕のミスではないと思うんだけれどもなと思うんですが。で、300。こっちもしかしたら100かもしれないですけどね。10と300って出たんですけど、どっちなんだろうというところはありますが、そこがね、ホームページ見る限りは出てこないので、なので、大体のフォームのサービスっていうのが、フォームの数に制限がないので、アンケート作ろうとか、じゃあすぐに受付フォーム作るわ、みたいなことができるけれども、こちらに関しては、値段が安い分、フォームの数はある程度決まっているので、ただ、例えば、ワードプレスに、お問い合わせフォームだけ付けたい。でも、既存のフォームのサービス高いよねってなってくると、ワードプレスとかであれば、ワードプレスの無料のプラグイン、ありますから、それ使ったらキントンと連携はできるし、で、そこまでね、問い合わせの頻度がないよねってなってくると、じゃあもう Google フォームとかでいいんじゃないですかっていう話にもなってくる。でも、片やめちゃくちゃフォームいっぱい作るよっていう風になってくる。この間ぐらい、ある程度フォームの数は欲しいし、で、ある程度制限もかけたい、パスワードとかもかけたいよねっていうようなラインの方々におすすめなキントーンのフォームサービスなのかなと思います。で触ってて若干ちょっと癖があるなと。これはもう慣れるしかないんでしょうけれども、めちゃくちゃシンプル。だけれども、機能が結構いろいろあったり、デザイン変えれたりするので、そのあたりでちょっとだけ最初、っていうふうに悩んだりはしましたけれども、何度も言うように、お値段結構抑えめでスタートできるので、キントーンと連携したいフォームは欲しい。けれども、これからたくさん作るっていう予定がそこまでないよなってなってくると、このスタンダードプランで十分かなと。で、たくさん作る。で、それが、ある程度、たくさん作ると言っても、300までは超えないかなってなってくると、このプレミアムプランも一つかなと。ただ、このプレミアムプランとかになってくると、他のキントーンの連携できるフォームサービスとの値段とそこまで差が変わらなくなってくるので、あとはどうするかってところですよね。なんで、いっぺん触ってみてですね。で、実際に、これぐらいの機能があれば、で、しかもこの値段でいけるんであればいいかな、みたいなところで選んでいただくのも一つかなと思います。今回はね、さらっと触って、で、こんな感じでできるかなと思ったんですけど、本当にね、もう5分、10分ぐらいあれば、キントーンと連携して、フォームの設定もできて、で、入れる。フォームから問い合わせが入るみたいなことはできたりしますので、ぜひともですね、14日間、無料でお試しできるので、ちょっと既存のフォームサービスほどフォームは使わないから、今まだメールできてるけれども、ただできたらキントーンと連携できるといいのかなと思っている方がいたら、概要欄にリンク貼っておきますので、触っていただければなと思います。というところで今日は、12月4日に新しくキントーンと連携できるようになったフォームメーラーというサービスをご紹介しました。いいなと思った人はいいねを押してもらうよりも、概要欄からお試し行ってもらった方が個人的には嬉しいです。以上です。ご清聴あざした。Nothing out there could ever stop me from chasing after the way you la la la